大阪観光ベスト15選をご紹介していきます。この動画では見どころや人気スポットをもっと知りたい、大阪に行きたいけどどこに何があるのかよくわからないという方にも大阪をもっと知っていただけるよう、人気スポットをエリアごとに分けてご紹介していきます。大阪のエリアが少し分かってくると、行きたい場所へスムーズに効率よく巡ることができるようになってくると思います。人気のグルメもご紹介。大阪の旅行がさらに楽しく充実させられるお手伝いになれば嬉しいです。エリアは6つです。北エリアは梅田や大阪駅を中心に商業施設や高層ビル群が立ち並ぶ最新トレンドのエリア。大阪城エリアは大阪城を中心とした歴史的建造物と自然が融合しています。南エリアは道頓堀を中心にグルメ、ショッピング、エンターテインメントの中心地。天王寺エリアはあべのハルカスや通天閣、天王寺動物園、四天王寺などがあります。米エリアは USJ や海遊館など海沿いのエンターテインメントの宝庫。最後、万博記念公園エリアは太陽の塔を中心にエキスポシティでレジャーも満喫できます。大阪駅に近い北エリアから順番に紹介していきます。北エリアでは梅田スカイビル空中庭園展望台です。アクセスは大阪駅中央口から徒歩約10分。梅田スカイビルは大阪市北区にそびえ立つ未来的なデザインが特徴の高層ビルです。その最上階に位置する空中庭園展望台は大阪を代表する絶景スポット。ビルの独特なアーチ構造と地上173メートルの高さにある展望台が見どころです。タワーウエストの1階入り口から入ってエスカレーターで3階へ向かいます。3階からエレベーターに乗り景色を楽しみながら地上140メートル35階まで上がります。ここから展望台へ向かう空中エスカレーターに乗り梅田の街を見下ろしながらワクワク感を味わいます。エスカレーターで到着するのは39階屋内展望フロア。ここまでは無料です。この階でチケットを購入。料金は大人2000円。最後にいろいろな観光名所の入場料がセットになったお得な情報をご紹介しています。40階展望フロア到着です。ガラス張りの屋内展望エリアで天候に関係なく快適に景色を楽しむことができます。フロアにはカフェがありドリンクなどを味わいながらゆっくり景色を眺めることができます。そしていよいよ屋外展望フロア空中庭園展望台です。天井のないまさに天空の360度のパノラマビューを楽しめます。こちらが西方向。手前の川は大阪を代表する一級河川の淀川。その先に神戸の街がうっすら見えています。天気が良いと明石海峡大橋まで見渡せるそうです。こちらは南側の西梅田の超高層ビル群。夕暮れは街の明かりが一斉に輝き始め一日で最も美しい時間となります。地下には昭和時代を再現したレトロな飲食店街滝見工事があり懐かしい雰囲気と美味しい料理を楽しめます。おすすめはお好み焼きの生地。この日も地下で一番の行列を作っていました。続いて南エリアを紹介していきます。南エリアは道頓堀を中心にグルメ、ショッピング、エンターテインメントが集結した大阪のにぎわいの象徴ともいえるエリアです。このエリアへは新大阪駅から20分ほど、大阪駅からは15分ほどでアクセスが可能です。南エリアのベストスポットはこちらの5つになります。まずはこのエリア中心となる観光スポット道頓堀です。国内外から多くの人々が訪れます。戎橋から見る象徴的なグリコのネオン看板や道頓堀川沿いに広がる活気ある街並みはまさにザ・大阪と呼ぶにふさわしい光景。動く巨大なカニの看板も道頓堀の象徴の一つとして知られます。
昼間も活気ある道頓堀ですが、夜になるとネオンによって一層活気づきます。道頓堀最大の楽しみはやっぱり食べ歩き。たこ焼きやお好み焼き、串カツなど大阪名物がずらりと並び、どの店を選んでも美味しいと評判です。特にたこ焼きは人気店がひしめき合います。中でもあっちち本店はいつも長い行列ができる人気店。外はカリッとして中はとろっとした絶品たこ焼きが楽しめると人気です。またお好み焼きはお店ごとの個性が光っていて、こちらもおすすめです。道頓堀の景色を川から楽しめるとんぼりリバークルーズも見逃せません。ガイドクルーの案内を聞きながら約20分間、大阪南の魅力を新たな視点で満喫できます。南エリア続いては心斎橋筋商店街です。心斎橋筋商店街は先ほど紹介した道頓堀の恵比寿橋から50メートル、そこから北に続く長さ約580メートルのトレンドと伝統が融合したショッピングエリアです。有名ブランドから個性派ショップまでが勢ぞろい。国内外の人気の高級ブランドが揃った心斎橋パルコ。上質なアイテムが揃う大丸心斎橋店などがあり、高級ブランドから個性的なセレクトショップまで買い物好きにはたまらないスポットです。心斎橋のすぐ西側にアメリカ村があります。三角公園は待ち合わせやイベントの定番スポット。古着店、カフェ、ストリートアートが並びます。心斎橋に来た際は立ち寄ってみるのもおすすめです。次はなんばグランド花月を紹介します。なんばグランド花月は笑いの文化を象徴する場所です。アクセスは最寄りのなんば駅から徒歩約5分、恵比寿橋からも徒歩約10分程度という立地です。なんばグランド花月は吉本新喜劇や漫才、落語といった日本のお笑い文化を体感することができます。公演は毎日開催されており、出演者が日替わりで登場するため、何度訪れても新しい笑いを楽しむことができます。劇場には公演を見なくても立ち寄れる土産ショップもあり、吉本芸人にちなんだグッズや大阪らしいユニークなお土産を買うことができます。南エリア最後に紹介するのは黒門市場。黒門市場は大阪の台所として知られる大阪南を代表する活気あふれる市場です。総延長580メートルのアーケード街に150以上の店舗が軒を連ねます。アクセスは先ほど紹介したなんばグランド花月から徒歩4分、なんば駅からは徒歩8分、恵比寿橋からでも13分ほどの位置にあります。新鮮な魚介類や果物、肉類、惣菜など食材の宝庫として地元の人々だけでなく、たくさんの観光客が訪れます。市場内では新鮮な寿司や揚げたての天ぷらなどをその場で味わえる食べ歩きが魅力。特に観光客に人気なのはリーズナブルながら贅沢な海鮮丼や串焼きグルメ、カラフルで食欲をそそるディスプレイが訪れる人々を引き寄せます。次に紹介するのは千里土手です。ベスト15選の番外にはなりますが、ご紹介したいスポットです。千里土手は大阪国際空港、通称伊丹空港の南側に位置し、飛行機の離着陸を間近で楽しめる絶好のスポットです。特に飛行機が頭上を通過する瞬間は迫力満点で、航空機ファンや写真愛好家にとって見逃せない光景。撮影スポットとしても有名で、飛行機の巨大さとエンジン音の迫力をリアルに体感できます。真下からだけでなく、少し離れて飛行機全体を横から見るのもおすすめです。夜は滑走路の光がとても美しくて幻想的。空港から土手までは約3キロあり、徒歩だと45分ほどかかるので自動車利用がおすすめです。近くには駐車場もあります。千里土手は飛行機好きだけでなく、誰もが一度は行ってみたいおすすめのスポットです。以上、番外編でした。次は天王寺エリアをご紹介します。天王寺エリアは天王寺駅などが拠点となり、新大阪駅からは電車で25分ほど、
エリアのベストスポットはこれから紹介するこちらの5つになります。まず最初にご紹介するのはエリア最大の見どころ、あべのハルカスです。地上300メートル、60階建てのこのビルは2014年に完成。以来10年間にわたり日本一の高さを誇りました。累計来場者数3億7000万人以上。その人気ぶりがうかがえます。アクセスは天王寺駅から徒歩3分ほど。2階のハルカスシャトルエレベーターで16階のチケットカウンターへ上がります。この16階には緑豊かな庭園スペースがあり、都市の中で自然を感じられるスポットとなっています。ここからは天王寺エリアの街並みを眺めることができます。さらにチケットを購入してゲートを通過、展望台直通エレベーターに乗ります。エレベーターの天井には上昇とともに幻想的な光景が広がります。乗った瞬間からワクワク感を演出する仕掛けで展望台への期待感を高めてくれます。約45秒ほどでハルカス300に到着です。ハルカス360階天井回廊です。展望台は全面ガラス張りで大阪市内を一望できる大迫力のパノラマビューを楽しめます。西側には大阪湾が広がり、遠くには六甲山や淡路島、北側には大阪市の中心地である梅田の高層ビル群、足元には通天閣、天王寺動物園、四天王寺など、東側には生駒山が見えます。晴れた日にはさらにその先の奈良まで視界が続きます。特に夜景は美しく、西側に沈む夕日が大阪湾を照らし、その後にきらめく街明かりのコントラストは見事です。58階から60階は吹き抜け構造になっていて開放感たっぷりです。エスカレーターで59階に降りるとオリジナルグッズが並ぶ売店があります。ハルカスの公式マスコットアベノベアの限定アイテムが販売されています。ハルカス内には百貨店や美術館なども揃い、一日中楽しめる複合施設になっています。大阪一の高さを誇るあべのハルカスは特別なひとときを体験させてくれます。続いては天王寺動物園です。先ほど紹介したあべのハルカスからは徒歩7分、通天閣からは4分ほどと徒歩圏内にあります。天王寺動物園は大阪市の中心部に位置する約11ヘクタールの広大な敷地を持つ歴史ある動物園です。1915年に開園、日本で3番目に古い動物園として親しまれています。動物たちの背後にあべのハルカスが見えているのも都市型動物園ならではです。約200種1000点の動物が展示され、ライオンやキリン、クロサイ、レッサーパンダなど多彩な動物たちに出会えます。生態的展示をテーマに動物たちが自然に近い環境で生活する様子を観察できます。特にアフリカサバンナゾーンでは広大な空間で暮らすキリンやシマウマ、フラミンゴなども観察でき、自然に近い動物たちの姿が魅力です。人気のホッキョクグマは大きな体で堂々と歩いたり、岩場でくつろぐ姿が印象的で多くの人を引きつけます。アシカエリアではカリフォルニアアシカが元気に泳ぎ回って子どもたちを釘付けにしていました。続いては新世界をご紹介します。大阪ならではの景観とグルメに出会える新世界は大阪観光には欠かせないスポットです。大阪のシンボル通天閣の足元に広がります。新世界という名前は1912年に通天閣と遊園地が作られ、パリとニューヨークをイメージした新たな観光地を目指したことが由来です。現在も昭和の風情を残す街並み、通りにせり出した派手な立体看板や上りは特徴的です。食堂や喫茶店、雑貨店、ゲームセンターなどが密集し、大阪らしさを存分に味わえる場所です。新世界といえば外せないのが串カツ。激戦区の中でも行列が絶えない元祖串カツだるま動物園前店にお邪魔しました。お店一押しの新世界セットは
土手焼きと串カツ12本が楽しめて2000円とリーズナブル。土手焼きは焼きではなくて牛すじ煮込みでした。味噌風味の上品な甘さのあっさり味ながらしっかりした味付けでトロトロでほとんど噛まなくてもいいくらいの柔らかさ、文句なしの美味しさでした。串カツはサクサクの衣に包まれ中は熱々、どれも素材の味をしっかり引き出していて絶品でした。また新世界にはレトロな射的場が点在し、昭和レトロな遊びが体験できます。新世界らしい味と雰囲気をぜひ体験してみてはいかがでしょうか。続いては通天閣をご紹介します。高さ約108メートルの大阪の下町文化を象徴するスポットながら、最近では最新アトラクションを備えた場所になってきています。初代の通天閣は1912年に建てられ、高さ64メートルあり、当時東洋一の高さを誇りました。しかし戦時中に金属資源として解体され、現在の通天閣は1956年に再建された2代目です。新世界エリアの象徴的存在に復活しました。まず地下1階でチケットを購入。レトロなエレベーターで2階へ上がります。2階で再度エレベーターを乗り換えると、天井にビリケンさん、モニターには通天閣がロケットになって飛び立つ映像が流れていました。そして5階、一般展望台、地上 87.5 メートルに到着です。展望台は豊臣秀吉の黄金の茶室をオマージュした黄金の展望台フロア。ここから大阪市内を360度一望でき、大阪の街並みを見渡せます。万物を司る幸運の神様ビリケンさんが祀られており、足を撫でると幸運が訪れると言われています。さらに300円追加で地上 94.5 メートルの特別展望台、展望パラダイスがあります。天井のないスリル満点の天空の360度のパノラマビューが楽しめます。展望回廊の直径は 8.5 メートルとかなりコンパクトですが、普段立ち入ることのできない特別な空間になっています。もっとスリルを味わいたい方には羽田市展望台チップ・ザ・通天閣もおすすめです。足元のガラスからはこんな景色を見ることができます。次は四天王寺を紹介します。天王寺駅からは北へ歩いて10分ほど。このエリアで紹介してきたスポットとも徒歩圏内です。四天王寺は飛鳥時代の代表的な寺院で、聖徳太子によって593年に建立されたとされる日本最古の仏教寺院の一つです。総面積11万平方メートル、甲子園球場の3倍の広さを誇っています。最大の特徴は伽藍配置です。四天王寺式伽藍配置と呼ばれ、南大門、中門、五重塔、金堂、講堂が一直線に並んだ形式です。回廊で囲まれており、日本では最も古い建築様式の一つとされています。その歴史的な重要性から日本仏教の始まりの地として知られています。美しい佇まいのこれらの建築物は国の重要文化財に指定されています。また四季折々の自然も楽しめ、春には桜、秋には紅葉が彩る景観も見どころです。次は大阪城エリアをご紹介します。大阪城を中心とした歴史的建造物と自然が融合したエリアです。新大阪駅からは約30分でアクセス可能です。大阪城公園は大阪市の中心に広がる面積106ヘクタール、東京ドーム23個分という広大な都市公園で、関西屈指の観光地です。公園内には大阪を象徴する大阪城がそびえ立ち、大阪観光の定番中の定番といえるスポットです。大阪城公園内はとても広くて、歩くのが大変という人のためにはロードトレインやエレクトリックカーが走っています。ゆっくり景色を見ながらアトラクション感覚で楽しめ、特に家族連れに人気です。公園内には豊臣秀吉公を祀る報国神社があります。立派な鳥居と神社本殿は
荘厳な雰囲気で歴史を感じさせる場所です。豊臣秀吉公のほか、秀頼公、秀長公の3人をご祭神とする神社で、立身出世を果たした秀吉にあやかり、出世開運のご利益があるとされます。また公園内は春になると約300本の桜が咲き誇り、大阪有数の花見スポットとして多くの観光客でにぎわいます。続いては大阪の象徴ともいえる大阪城です。豊臣秀吉によって築城された権力を象徴する壮大な建築物でした。しかし大阪夏の陣で徳川家康によって滅ぼされ、大阪城は一度その役目を終えました。その後徳川幕府によって再建。今の天守閣は3代目で、昭和6年1931年に復興されました。現在は年間200万人以上が訪れています。高さ約55メートル、8階建てで天守閣まで登ることができ、最上階の展望台からは大阪市内を一望することができます。門や堀、石垣なども見どころ。大手門は城の正門としての役割を果たし、城の威厳を象徴する存在です。巨大な石垣と力強い木組みの門は当時の壮大な城のスケールを伝えています。続いてエンターテイメントの宝庫、ベイエリアです。アクセスは新大阪駅から海遊館までは40分、 USJ までは30分ほどです。海遊館は大阪が誇る世界最大級の水族館。世界中の海に住むさまざまな生き物の生態系をテーマに分けて展示しています。最大の見どころは太平洋をテーマにした大水槽のジンベエザメ。巨大なジンベエザメが悠然と泳ぎ、大きなエイやサメたちと共に泳ぐ姿は見応えがあります。モンタレー湾では愛らしいカリフォルニアアシカが水中をくるくる回って人懐っこく泳ぐ姿を見せてくれます。クラゲ銀河では10種300匹のクラゲを展示。タコクラゲや赤クラゲ、水クラゲなどを見ることができます。南極大陸では王様ペンギン、ジェンツーペンギンなどが水中で素早い見事な泳ぎを見せてくれます。他にもエクアドル熱帯雨林のピラルクーや日本海溝のタカアシガニ、フォークランド諸島の南岩飛びペンギン、北極圏のワモンアザラシなど海遊館は見どころいっぱいです。日本を代表するテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、通称 USJ。 年間の来場者数は1600万人を超え、世界でも3番目という誰もが知るテーマパークです。2014年ハリー・ポッターシリーズの世界を再現し、国内外から大きな注目を集めました。2021年には600億円を投じ、スーパー・ニンテンドー・ワールドがオープン。マリオやヨッシーといった任天堂キャラクターの世界観を楽しめるエリアも登場。その後も新しいアトラクションを次々導入。さらに来場者数が増えています。歴史を重ねながら進化を遂げる USJ は大阪のみならず日本を代表する観光スポットです。最後にご紹介するのは万博記念公園です。1970年に開催された大阪万博の跡地に整備されたこの公園は大阪を代表する観光地です。新大阪駅からは約30分でアクセスが可能です。大阪万博は日本初の国際博覧会で来場者数6400万人を記録した歴史的なイベントでした。公園の広さは260ヘクタール、東京ドーム55個分に相当する広大な面積を誇ります。公園の象徴、太陽の塔は岡本太郎氏がデザインした高さ70メートルの巨大なアート作品です。近くで見るとその大きさに驚かされます。公園内には運動場や四季折々の自然を楽しめる自然文化園や趣のある日本庭園があります。家族連れには子供が楽しめる遊具や広場も充実。さらに公園中央の通路を挟んだエリアには高さ日本一123メートルの大観覧車大阪ホイールや
ショッピングモールのエキスポシティなどエンターテインメント施設が集まっています。一日中楽しむことができるアクティビティ満載のエリアになっています。お得なチケット情報をご案内します。大阪観光をお得に楽しみたい方には大阪楽遊パスがおすすめです。このパスは大阪の主要観光スポットの入場券がセットになっており、 QR コードを使ってスムーズに入場することができます。1日券2400円、2日券は3000円で購入でき、ご紹介してきた15の観光地を巡った場合4つの施設が対象となり、合計4000円分の利用が可能となります。1日で回れば1600円お得、2日で回っても1000円お得になります。もっとたくさん巡りたい方はさらにお得になってきます。詳しくは概要欄をご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。大阪の魅力が少しでも伝われば嬉しいです。この動画が皆さんの旅行の参考になれば幸いです。少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。